私ね、皆さんご存知の通り、4年前のね、本日デビューいたしました。なので、多分皆さんが知ってる私の一番古いモデルって、これが最初のモデルだと思ってると思うんですけど、実はね、これが最初じゃないんですよ。これのさらに前にプロトタイプのモデルがあるんですよ。それは実はね、デビュー前にニコニコ動画でね、いくつかそのプロトタイプのモデルで動画を投稿していたんですね。ただ現在それらの動画は全て非公開になっているんですよ。ちょうどね、2018年の2月頃、デビューから2ヶ月ほど前のことなんですけど、それが本当にね、初めてのモデルなんですよ。それをね、ちょっと今日一緒に見ながら技術の上昇をね、確認したいなと思ってるんですけど、ちょっとね、聞くに耐えない喋りなので、ちょっと私発狂するかもしれないんですけど、そこは許してください。見てますか？声が本当にね、昔だし音質もひどいしで、ちょっと見るに耐えないんですけど、よかったら一緒に見てください。見えてますか？見えてるよ。見えてますか？お前いつもそれだな。フェイスリグで自分で描いたイラストを動かすことに成功しました。フェイスリグだった知ってますか皆さん？フェイスリグってなんかね、めっちゃ不思議な気分。無駄にリアル私のさ、髪型とかさ、服装とかに似せてしまったからさなんかもう美化してる感が半端なくてさ、なんかもうね、やばいね、これ罪悪感が罪悪感が半端ないって思ったから、リアルの私にそっくりのアバターもこうしてすっぴんが生まれました。太ももね、太ももほら、太ももちゃんと書き込んだんだよ。ほら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 、なんかこの辺とかすごいいい感じなのに戻るとこうっていうこんな感じでアバターを追加できるので、理想と現実みたいなこともできます本当は理想はこれでゲーム実況やってみたくてですね、それでマイクラ用のアバターをね作ってみて、それで私これでちょっと実況してみたんですけど、今割と口よく動いてるけど、ちょっと口のね、このリップシンクの設定をミスって、口の動かし方分かんなかったのよ、この時。口が動いてくれなくて、なんか叫んでるのに口こんだけしか開いてないみたいな感じになっちゃったから、ちょっとあんまり見てて楽しくないかもしれない。この頃からやっぱりうまく動かないと嫌だった。首だけめっちゃ動くからどうしよう、こうやってやりたくなってこれだけできんだよね、この時。全然動かないんだよ。あとなんか口がさ、なんか常に薄ら笑いを浮かべてるのがどうすればいいんだろうね。手もあんまり動かない。そう、これね、手を動かそうとしてんのやばいよね、最初のモデルで。なんか頑張れば手もね動かせるらしいんだけど、どうすればいいかわかんないんだよね。ちょっとそれをやる時間はない。時間がないね時間がない今と同じこと言ってる時間がないです分裂したい編集する自分とゲームする自分と仕事する自分。ドラえもんがこれ全く同じこと1日前ぐらいに言ってて、戦慄した。考えてること何も変わってない。ということで4年前の私でした。いかがでしたでしょうか。言ってることがね、本当に変わってなくてめちゃくちゃおもろいよねただね、見てわかる通り本当に変わりました、技術。今見せた2つのモデル、実は通常のこのパーカー衣装の方は現存してないんですよ、編集データが。ただなんとですね、マイクラモデルの方が編集データが現存してるんですよ。ちょっとそれをね、皆さんと一緒に実際にライブ 2D の編集データを見ようかなということで、本当に作って2体目で、ほとんど新衣装みたいなものなので、ほぼ1体目のモデルをね、一緒に見たいなと思います。なんかすごいほんとシンプルだよね。で、こう統計をね、モデルの統計情報を見ると、ポリゴンね、たった1813しか使ってないの。アートメッシュパーツが48、ワープデフォーマー32。今これの20倍ぐらい今これの20倍ぐらいの容量で作ってるんですけど、見てくださいこれめっちゃ雑メッシュ打ちめっちゃ雑。腕とか見て四角形のままだよこれは動かんわ、ちゃんと。これね、顔の角度見てみますこんな感じ今見るとちょっとね、頑張ったよね、最初だからね。一応ね、こういう丸いものをちゃんとアートメッシュを直接動かして丸みを持たせようとしてるのは偉いなとは思いますけど、時代を感じるよね。ほんとここからよくそ仕事にできるまでになりましたよ。体もね、一応
動きつけてるんだけど動いてるかみたいなこの本当にね、こういう縦とか横の動きが全然できないもんだから、本当ちゃんと動くのがここしかなくてさ。あと本当口もね、本当当時はフェイスリングもまだ使ってる人全然少なくてさ、 VTuber もそんなにいなかったし、全然やり方わかんなくて、調べたけど全然なくて、英語でフェイスリングの運営にお便りを送ってどうすればいいですかとか聞いたりとかして、本当に自分で探すしかなくて、口もさこれだけしかできないの。これだけ。あいうえおとかできたもんじゃない。でフェイスリングってさ、動くのがこれだけなんだよ。ここまでしか動かないから、すぼめた口ができなくてね。だから薄ら笑いになってたのはこれが原因なんですよ。そんな感じで、これがね初めてのモデルでございます。でまあここからねちょっと時間は流れまして、その後にね実はデビュー前にもう一回モデル微調整してるんですよ私。ヤッホーこれちなみに後ろの写真、当時の実家の私の部屋そのまま撮影したなぜか続きました。撮影してぼかしただけ。思いっきりリラックマン映ってんだけど、特に見ても何もないんですけど、あとこのモデルをね、自作モデルを作ってからライブ 2D であってるにちょっとハマってしまいまして、そうハマっちゃったよね。モデルを無駄に作り込んでしまったのでよかったら見てもらえますか。いきますよ。今から新モデルに変えます。あほい、変わったちょっと変わったですよ。まずね、このそうだ、並べるか。並べた方が分かりやすいでしょ。これフェイスリングでよくあったんだよ。モデル呼び込もうとしたら昔のやつで別のやつ左側が今のやつなんだけど、わかるかな。ちょっと髪の毛がね柔らかくなりました。よりこうそう Z 軸でね髪の毛を動かすってことをようやく覚えた。角度の向き方がそうちょっとねより大きくなりました。体とかの可動域もね広げましたね。できるようになりました。ちょっと今ね現在進行形でですね、ちょっとめまいが来てました。相変わらず体調悪い。フラフラしてるんですけど、でも動画撮りたいので撮ってます。一番ね、この時はね口はリップシンク音で動かしてました。いきますよ。よいしょ。見て腕動かしてんの。よいしょ。2018年の4月この時期でね、もうすでに腕動かしてるんですよ。トラッキングができるようになったんですよ。実はフェイスリーグね、特殊な機材使えば思ってるでしょ。違うんですよ。フェイスリーグ専用のコントローラーを使えば手もねトラッキングできるようになるんですよ。1万円払ってトラッキングの機材買った。形状も本当この頃からなぜか手を動かすことへの執着が半端なかった。他にもいろいろありますよ。照れたり、これが初めて2ヶ月ぐらいかな。泣いたりびっくりしたりあとね、あらそう初めてここでモーションとかもね作りました。あります。いろんな動きできるようになりました。でね、ここまでやってさ、みんなちょっと察してると思うんだけど、ちょっと聞いて。私もバーチャル YouTuber になりたいということで、ちょっとね、そう、ね、ここでねついてのね VTuber なりたいって。めまいが4月体調悪そうだな。YouTube でね動画を上げたくてですね、今頑張ってるんですよ。この時もうすでにマインクラフトのね動画とかをね YouTuber なの遅いかなって思ってたけど、今はむしろ古参だよね。それでこのね、こういうなんかアバターをね作ってね、なんかそうやってやったらちょっとやりたくなるじゃないですか。ということでご報告でした。やばい、ちょっと待って、よだれがなんでだよなんでだよ、体調悪いや、休めよ。体調悪いや。また見てくれる人が増えたら嬉しいなって思います。増えたよ、見てくれる人。ゲームのことでいろいろと言える人が出たら嬉しいなって思います。動画撮るなよこんな時に。今の方よろしくお願いいたします。側と馴染むまでに時間がかかりそうです。側とか今絶対使いたくない。もう本当になんかまだ VTuber になってない感じする。 VTuber ではない何か。アバターとか側とか絶対使いたくないもん今。いやー
どうですかこんな感じでね、2ヶ月でちょっと手を動かしたくなって、でそれでねデビューにこぎつけるんですよ。そのね19日後にねこの自己紹介動画を上げることになりました。でそこからまあちょっといろいろと少しずつ時間が流れてきまして、その後デビューしてから1ヶ月経ちました。で私そのデビューから1ヶ月でこの通常モデルとは別に3体3体モデルを作ってました。でもうちょっとなんか華やかなお洋服着たいなと思って今の衣装ができました。それのね動画をちょっと一緒に見ようかな。はい皆さんお久しぶりです。喋り方変わったね。動画が大変遅れてしまい申し訳ございません。ということで今回はですね、前回のまとめ動画の最後に予告していた新衣装がついに動画でお見せできるようになりましたので、編集も上手くなった。これから紹介していきたいと思います。はい、ということで着替えてまいりました。ではついにお披露目したいと思います。いきますよ。3、2、1。てて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 てなんだこの登場。調べろよ。なんかわかんないけど、中の映画音楽を口ずさみながら新刊物干物が登場だ。イエーイ。どうでしょうか。はい、ということでこの衣装自体はね、だからデビューして半年でね実はもうこの衣装になってたんですよね。というところでね、ここまではね結構ライブ 2D の技術で言えば順調だったんですよね。で1万人いったからね企業案件が来るようになったんですね。その当時結構まだゲーム実況をいろいろやってたので、ゲームの企業案件が来るようになりました。もちろん私はゲームごとにモデルを作るということをね理念に掲げていましたので、いただいた企業案件の時もその企業案件用のライブ 2D モデルを頼まれてもないのに作ってました。この頃からね自分のモデリングの技術の壁みたいなのにぶち当たり始めたんですよ。でこの頃にさらに新衣装をね作ろうと考え始めるんですね。それがドレスを作ろうと思ったんですね。ただねドレスモデルを作る時に私は思ったんですよ。ライブ 2D は技術的にはどんな動きも可能だから、腕とか足とか顔とかもう360度動かせるモデルを作ろうって思ったんですよ。ただ無謀だった。モデリング始めて1年目のやつにはあまりにも無謀な挑戦でした。でね、いくつかねツイッターにモデルをね新着を投稿してたから、ちょっと待ってね、この辺からの私も素材が追いつかなかったので動画用意してないんですけど、ちょっと待ってね聞こえる？見てもらえはしたけど、一つは私の技術がまだまだ未熟だった。もう一つはライブ 2D の技術がまだ揃ってなかった。だから限界があったんですよね。だんだんうまくいかなくて悩み始めるんですよ。俗に言うスランプですよね。まあそれでねすごい病んじゃって、いろいろとねちょっと時期をミスったのか技術が無謀だったのかわからないですけれども、いろいろとね行き詰まりを感じて、でしばらくね活動を休止するんですよね。2020年あたりに。で活動を休止した後にこのままじゃダメだと思って初心に戻って一からいろんなモデルを作り始めるんですけど、それの一つが ASMR 用モデルっていうのを作りました。ヤッホーヤッホー。こんなモデルを作りました。ライブ 2D モデルが完成しました。まあね、今見るとね技術未熟な部分も多いんですけど、着眼点はなかなか良かったなとは思いますね。結構昔から発想の勝利みたいなところがあったのでっていう感じで、この辺りからねこう少しずつスランプを脱出してきました。でもう一つ、これがね本当に VTuber 界の革命でした。 2DVTuber 界の革命、それは VTube スタジオの発売です。誰でも iOS でトラッキングできるようになった。そしてトラッキング精度とその機能が半端ないと。で VTube スタジオを使って私は感動しましてね。これニジマライブですけど、ニジマライブにも VTube スタジオにもあって、フェイスリグにはない機能、それがこれ。
より引きガチ恋距離が VTube スタジオでできるようになった。こういうパラメータがあるっていうのを見つけて、こりゃすげーって思って、でそれを実装して、この頃からね、ずっと元から使ってるこの私のモデルにいろんな機能を追加するようになりました。今まで高可動域モデルって作れば動くんだけど、トラッキング技術が追いついてなくて、すごいバタバタした変な動きになるようになっちゃって、すごい制御が難しかったんですよね。それが iOS を使うことによって綺麗に動けるようになってきたと。でここで VTube スタジオを使って初めてその仕事で作ったモデルが宇多井いつみちゃんの新衣装だったんですね。そのあたりからこうだんだんシュランプ脱出してきたな、確固たる制作方法を掴んだなっていう意志が湧いてきて、本当にどんどんモデリングも楽しくなってきて、それでね、いつみちゃんのモデルはめちゃくちゃバズりまして、それが原因で恐ろしいほどの数の依頼が来るようになりましてまあそんな感じだったんで、もう自分のモデルは常に後回しですよね。ただちょこちょこね、いろんなアップデートはしてるんですよ。ただね、いろいろとねアップデートはしてきたんですけど、あくまでも新衣装ではない。いつも自分のモデルが後回しだなと思って。でやっぱりその講座動画とかを上げた時にさ、皆さんが見るのって私のモデルじゃないですか。結局その今の私のモデルって3年前の技術からずっと継ぎはぎで少しずつ作っている秘伝のつけだれみたいな、秘伝の串カツのタレみたいな感じだからさ、やっぱり私からしたら今まで研究してきた技術の全てをね投入する新モデルを作りたいということで、実はね今年からその新モデルの制作を始めまして、でここからはもうね皆さんよくご存知だと思いますけれども、目をね作り終わりまして、これがですね、なんとですね、驚異の10万いいね11万いいねをいただきまして、本当にねなんか尋常じゃないぐらい見てもらえて、正直予想外だったんですけど目だけでこれだからね嬉しいよね。でもめちゃくちゃ、まあこれは本当にまだ一部分ですから、こんな感じでね、さらに私は止まらないぞと、もっといろんなモデルを作ってやるぞということで、見比べ大会はこの辺で終わりたいなと思うんですけど、最後にですね、ファンボックスで先行公開していたこの新モデルの口とか輪郭がね実はもうできてるんですよ。ちょっとそれの動きをね皆さんに見てほしいなということで、ちなみにのっぺらぼうなんでちょっとのっぺらぼうなんであれですけど、でものっぺらぼうでもね可愛さ伝わると思うんで、これぜひ見てほしいです。いきます。こんな感じ。可愛くない？この口の立体感わかるかな？すごくない？自画自賛でこれなんかキュンみたいな顔とかね、これなんかちょっとにって笑ったりとか、これが今の技術です。でこれね今ね、まあ可動域今の私の顔とあんまり変わらないんだけど、ここからさらにまあ早朝ぐらいはね動かそうと思ってます、余裕でっていう感じでね、これが今の私の技術でございます。ここまで成長しました。最後にさ、ちょっとこの映像とさ、一番最初の映像をちょっと見比べてみていい？4年でここまで成長しました。4年あればここまで上手くなりますから、皆さんまずは4年間ぐらいやってみるのが大切だと思います、本当に。ということで、まあ一つお知らせなんですけど、これの進捗をちょっとメンバー限定で今後少しずつ作っていこうかなと思ってます。全部じゃないけどね。なんでかっていうとメンバー限定のコンテンツが少なすぎるから、メンバーさんに歓迎したい。あともったいぶりたいこれもねファンボックスで1ヶ月前ぐらいにね投稿したのを今公開してるんですけど、基本的にその少しずつね情報を小出しにしたいので、ちょっとねそこは有料会員様に最初はちょっと少しずつね先行公開していこうかなと思っております。ファンボックスもね引き続き更新していきたいと思います。本当に皆さんいつも応援してくださってありがとうございます。今後もねカムチームの5年目も頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。